つむぎです。みんな、いつもズンツムスクール見てくれてありがとうなのだ。毎回ショートの再生が4桁超えるようになってきてびっくりしてます。そこで、今日は2026年春のズンツムスクールの制作環境を紹介していくのだ。先輩、なんで時期を語るんですか？早速良い質問なのだ。実はズンツムスクールの制作は、基本的にシナリオを人間が考え、BGM と SE は素材サイト様よりお借りしているのだけど、画像コマ生成、動画コマ生成、愛にボルト、レンダリングは生成 AI を用いてやっているからなのだ。それが時期に関係あるんですか？大ありなのだ。生成 AI の世界は常に新しい技術が登場してくるのだ。昨日正解だったことが不正解となり、昨日までポンコツだったものが紙ツールになるのが生成 AI の世界なのだ。なるほど。ズンツムスクールのやり方を正解と思って真似すると明日には怪我して病院送りになる可能性もあるってことですか？そういうことになるのだ。特に今年2026年の4月は大きな AI の進歩で使うツールが一気に増減したのだ。なるほど。とはいえ、大枠はあんまり変わってません。なので興味がある人は真似してみても面白いですよ。使っているパソコンの OS を問わないから、Windows が高騰して手が出せない。あるいはマイクロソフトアレルギーだけど動画生成してみたい人はチャレンジするのだ。ということで早速制作ソフトの紹介なのだけど、大体動画といえば日本ではアビュートル、海外ではダヴィンシリソルブが有名ですよね。なのだ。でも、ズンツムスクールの場合はプログラミングツール、IDE を使っているのだ。プログラミング？プログラミングなんてできませんよ。安心するのだ。ズンツムスクールの運営もプログラミングなんて、ハローワールドすら表示させられない。って豪語してたのだ。ズンツムスクールの運営さんって確か情報理工学科出身で学位取ってませんでしたっけ？情報理工で卒業して学位もらってるのは本当なのだ。ただ脳内スクリプトはまだハローワールドの1項目でフリーズしてるタイプなのだ。本人だけ真顔なのが一番怖いのだ。アッシュは文系に行こう。でも、じゃあなんでプログラミングツール叩いてるんですか？そこで AI なのだ。正直プログラミングツールを使っているけど、プログラミングなんて全くしてないのだ。ずっと横のチャットを僕に見立てて、ひたすら無茶振りさせてるのだ。チャットにやりたいことを打ち込んで、それを実現してもらうってことですか？でも、先輩に見立ててってどういうことですか？運営はチャットにずんだもんペルソナを与えているのだ。だから運営がニコニコや YouTube を見ている間に僕は必死でプログラミングしてるのだ。しかも無給で。ソフトにはお金をつぎ込んでるらしいけど、僕には1円も入ってこないのだ。よしよし、先輩お疲れ様です。ところで肝心のソフトの方は？実はこれも大分編成してて、最初は Google のアンティグラビティを使っていたのだ。あ、登場時かなり話題になりましたもんね。確か MMD のエフェクトを作っているビームマン P さんもご愛用されてた気が。なんだけど、ある時期からアンティグラビティ内のジェミニプロとクロードの使用制限が大きくなってきたのだ。一応運営は当時はジェミニに課金してたんだけど、それでも使えるのはジェミニフラッシュ。つまり、安い方のジェミニ。で、それすらすぐに使用制限が来ちゃったのだ。それは厳しい。なんだけど、プログラミングツールのいいところはプログラムとドキュメントをそのまま持ち出せるので、他のプログラミングツールにお引っ越しできたのだ。それは便利ですね。私ゆっくりムービーメーカーで動画作ろうとして、アビュートルでしかできない技術にぶつかって結局動画バ探求しちゃいました。次に使い出したのがクロードコード。当時はプログラマーさんの間ではめっちゃ話題になってたけど、今ほど一般層には受けが良くなかった気はするのだ。なんでそれをただの一般平凡な運営さんが使い出したんですか？アンティグラビティでクロードの性能を見てこれはいけると思ったらしいのだ。Google さん知らずにアンソロピックさんの宣伝しちゃったことになるのでは？アンソロピックは Google と Amazon から出資を受けているから Google 的にはジェミニとクロードどっちが勝ってももう満タイなのだ。そういえばそうだった。運営さんは Google と Amazon はとりあえず信用することを決めたんでしたもんね。というよりその2社がないと現代人は生活できないと思うのだ。運営の大好きなニコニコも今は AWS で運用されてるし、YouTube は Google 参加だし。買い物も Amazon ですもんね。運営さんの会社も通販してたけど。運営曰く、ライバルどころかメインのお得意先、らしいのだ。備品すらそこで買ってるって。もはや喧嘩をする理由すら見つからないビッグテック。じゃあ今もクロードコードを？いや、クロードコードが一般層に人気を博すようになってきた頃、運営は逆にクロードコードをやめたのだ。
これまたなんでです？価格問題と性能低下が理由なのだ。クロードコードは満足に運用するならプロプランは必須。クロードコードのプロプランは最上級コースなのだ。物価高でお財布に痛いと。財布に厳しいだけならご飯を毎日白米に海苔だけにするとかで乗り切ればいいんだけど、その時期からおバカな運営にも気づくほどの明確な性能低下が起きたのだ。そういえば基地の不具合を長期間放置してたんでしたっけ？そんなものにお金を払う必要はないということで、この手のバイブコーディングでは皆一度は耳にするであろうカーソルに乗り換えたのだ。コスパがいいって言いますしね。ただ、最初はバカな運営は年額契約しちゃったのだ。動画を見ている人にも伝えとくけど、AI の世界では年額契約はやめておいた方がいいのだ。なんでですか？年額契約は月額料金より安いじゃないですか。これがニコニコプレミアムや YouTube プレミアムならいいのだ。今月のサービスと来月のサービスが変わることはない。課金してるのに ASMR 動画で来月から5分おきに爆音で楽天カードマンって流れるなんてことはまずありえないのだ。そんなことになったらカリフォルニアにエビフライをぶつけに行きますよ。でも AI は違うのだ。今月のサービスと来月のサービスが変わることは日常茶飯事。使っているサービスの性能がいきなり落ちることもあるし、逆に対抗馬がいきなりサービスが太っ腹になることもあるのだ。なので AI の世界では年額は罠なのだ。得したように見えるのは最初だけ。合計で見ると大損なのだ。じゃあ運営さんは絶賛度ハマり中？いや、1回上位のプランの月額に加入して払い戻しを受けたらしいのだ。そういう手があるんですね。実はすでに同時並行でコデックスを使い始めていて、そっちへの乗り換えを検討しているのだ。コデックスはチャット GPT の会社、オープン AI のところですね。チャット GPT の有料プランに契約すると使える。でもチャット GPT ってマイクロソフトと喧嘩別れしたり空にやめたりして絶賛金欠中では？いや、あの会社は金欠なのは今に始まったことじゃないのだ。ビッグテックには頼りませんと言いながらありとあらゆる大企業から金借りまくってる多重債務者なのだ。でも GPT の性能が上がったことや GPT イマージュ2がブレイクしたりと今は割と春を謳歌してるし、それにプログラムとドキュメントだからチャット GPT が潰れたらクロードコードに戻ればいいのだ。クロードコードもバグ治ったらしいし。これがバイブコーディング動画作成の強みか。バイブコーディングの強みは他のツールが必要になってもチャットに作らせることができる点なのだ。例えばナノバナナ2や GPT イマージュ2は API で利用した方がイラスト生産枚数的に得するんだけど、 API なんてハローワールドもわからない運営には扱えない。でもチャットに演舞ファイルに API キーを追記したからそれに基づいてスクリプトを書いてといえば書いてくれるのだ。運営はKubuntu使ってるけどKubuntu上でしかも SSD 上に載せたボイスボックスを使うなんてこともバイブコーディングなら余裕なのだ。だからズンツムスクールにはどのソフトウェア等も出てこないんですね。Windows じゃないとボイスロイドやボイスなどは使えませんし。声色インクとかは使えそうだけど、現状はボイスボックスが40キャラいるからそれで回すと言ってたのだ。ゆずきずさんたちやことのはしまいさん、おたるぐみさんやひめみこさんたちが使えないのはKubuntuだからなんですね。でもボイスボックスにはこの大人気の僕がいるのだ。アッシュもいますよ。なんで、ずんだもん飛び込みリポートなのに僕を差し置いてつむぎが食べ歩きグルメをリポートしてるのだ。運営さんだ。つむぎちゃんにはリポート企画、ずんだもんには体を張った企画が似合うよねって言ってました。ひどすぎるのだ。気を取り直して、Linux 以外でも Mac や Chromebook、Steam Deck なんかでもバイブコーディングはいけちゃうのだ。でも市販の Chromebook って容量低くないですか？いや、HDD や SSD 買えばいいだけなのだ。そっか。別にパソコンそのものの容量は全く重要じゃないんですもんね。むしろパソコンがある一つ全壊れてもすぐに環境移動できるし、バックアップ取っておけば HDD や SSD 自体が壊れても安心なのだ。そしてパソコン自体も今はお金がないから Chromebook とかなんだかんだ Windows 信頼できるし Windows とかスタバの常連だから Mac とか中古 PC を改造して使えるようにしたから Linux ミントや POP、OS、マンハロかなとかいろいろ選択肢が持てるのだ。実際運営は過去に Linux ミント、Ubuntu 版とマンハロ Linux を使ってたからその2択で迷ってたけど最終的にKubuntuの安訂正を選んだらしいのだ。
その前に Mac ユーザーはスタバに行くという明らかな偏見が今混じってませんでした。いやだって、運営の近所の住宅街のイオンスタイルの中にあるスタバにさえ Mac ユーザーがいるのだ。アップルの売り上げはスターバックスが支えている、これ ICT の常識なのだ。そんなことはないです。きっと中には Linux ユーザーはいるはずです。Linux 入れたラップトップをわざわざ持ち歩いてスタバでベンティアドショットヘーゼルナッツバニラアーモンドキャラメルエキストラホイップキャラメルソースモカソースランバチ変人なのだ。確かに普通の人は Linux 持ち歩いてスタバでベンティアドショットヘーゼルナッツバニラアーモンドキャラメルエキストラホイップキャラメルソースモカソースランバチ。でも、Windows 入ってるパソコンならこのやり方で他のソフトウェアトークも運用できるってことですね。偶然に可能なのだ。ゆかりやあかね、あるいは有料版の僕や東北三姉妹、フリモメンなどを使いたいって人も Windows でバイブコーディングすれば同じことできるのだ。そしてアリュートルは十数年の至福の後 X エディット2が登場したし、他のソフトもいつまでも使えるという保証はないけど、プログラミングとドキュメントは動かせるのだ。しかも最悪その言語がポンコツになったら、ただ一言こうチャットに書き込めばいいのだ。これがやりたいから、これができるプラグインを作る書き損のコードをすべてこれができる言語で書き直してくれ、と。便利。自分でソフトを育てて続けることができちゃうんですね。仮にサム、アルトマンがチャット GPT を爆破しても、クロードやジェミニに乗り換えるだけだし、それらさえなくなってもグロックにディープシークがあるのだ。皆高性能なのだ。ついこないだディープシークのこと散々いじっといて調子いいですね。熊野プッさんが資本主義的だってディープシーク先生が優勝と作ってませんでした？いや、なぜか特定の質問には正しく回答してくれないのは事実だから、なぜか特定の島についてその島が属する国を毎回間違えて回答するのだ。なんででしょうね。さらに言えばそれらさえなくなっても別のサービスに簡単にお引っ越しできるのだ。日本やインド、アフリカなどで新しいサービス出てくる可能性もあるし。欧州は？欧州といえばステランティスって世界第5位だけど、米国の資本を入れてようやくトヨタやヒュンダイに戦えてる上に最近 BYD に脅かされてるのだ。フォルクスワーゲンがあるから。GDPR や AI 役と、なんというかディーゼルエンジンや BEV の香りがするのだ。話がそれたけど、今は金欠だからとりあえず Chromebook で始めよう。とか、もっと言えば、パソコン買えないから Android で始めよう。ってこともできるのだ。Android でも？さすがに無茶では？いや、環境構築にちょっと手間取るみたいだけど、あとはフリック入力でコードが勝手に書かれるからできるみたいなのだ。Firebase スタジオや Codex クラウドなどブラウザベースの開発環境もあるから外出先でバイブコーディングしてる人もいるというのだ。じゃあ私も Pixel 10で動画制作デビューできちゃうんですね。G 世代は大学のレポートもフリック入力で書いてたりするらしいし、Android でバイブコーディングする人もどんどん増えるんじゃないかと思うのだ。ちなみに iPhone は？ブラウザベースだから Android と同様できるけど、iPhone 買える財力ならパソコン持ってると思うのだ。それはそう。確か台本指示は運営さんが考えてるんですよね。そこまで生成 AI に任せちゃったら動画制作面白くなくなっちゃうのだ。それになんか AI 副業系チャンネルではなぜか坂本あひるさんの描いた僕が出てきて、AI に台本を考えさせて優勢に読ませればショート量産、みたいな。夢物語みたいなことが言われてるけど、甘々なのだ。そんなパッと面白いネタ出てくるほど AI は優れてないのだ。運営さんの LLM の使い方が下手なだけという可能性は？ゼロじゃないと思うけど、ストーリー考えるのは LLM に面白いことを考えさせるより簡単だって言ってたのだ。そんなもんですか？ AI とラリーするより日常からショートのネタを思いつく方が簡単で、あとはそれを形にする道具だけが必要だったって言ってたのだ。そもそも物語は起承転結で、あとは与えられたテーマから、オチを考えて、そのオチに至るまでの過程を逆算するだけで作れるって言ってたのだ。まあ、今の投稿ペースの週3でショートなら割とやりやすいのか。特定の祝日なら祝日にちなんだネタをやればいいし、他にも僕たちボイスボックスの誕生日にちなんでキャラクターネタとか、あとは他の人の動画を見て、自分ならこのテーマならこうするかな、とか考えたりもできるのだ。そうか、俗人系チャンネルじゃないから、人のテーマを使うこともできるのか。ただパクリはダメなのだ。他の人のネタをそのまま使っても。イヤマードを考えても倫理的にアウトですし、なんならケースによっては著作権問題になり得ますよ。それもそうなんだけど、ぶっちゃけ、その人のネタってその人が作って公開したから面白い、とこないのだ。
確かに。僕のお気に入りの人に動画開始数秒にいつも間を空ける投稿者さんがいるんだけど、ニコニコでいつもその間はコメントがどっと押し寄せるのだ。お、ニコニコのコメント数は多いと嬉しいですね。でもそれはその投稿者さんだからこそその間が面白いという側面があって、ぶっちゃけ本来なら属人形ならジャンプカット対応すればいいし、非属人形なら間なんて簡単に処理できるしした方が絶対にいいのだ。パクっても、こいつテンポもわかんないのか、止め切られる可能性が高いのだ。しかも動画の離脱が起きやすい序盤ですもんね。それを、味にできる人は正直限られるでしょうね。私もニコニコでお気に入りの人で、畳やお布団の上で料理する投稿者さんがいて、スカンの粉からしと粉わさびと旨味調味料と一味唐辛子を、でっかいペットボトルに入れてそのパウダーで料理する投稿者さんがいて、でもそれがすごく面白かったんですよね。でも自分が同じようにニコニコや YouTube に動画投稿しても多分再生数1桁2桁いけばいい方でしょうね。ということで、基本的に台本は自分で書くんだけど、ここで重要なのが、どう素材を組み合わせたら動画でどう出るか、ということを考える必要が少ないのがこのやり方の強みなのだ。どういうことですか？例えば、イラストの切り替わりは毎回ページめくりみたいになるようにしたい、とするのだ。普通だとその動画ソフトの切り替わりでページめくりする方法を調べて、それをテンプレート化して、という作業が発生する。でもバイブコーディング法はそんなものはないのだ。ただチャットに、こう書いたらこうなるようにして、というだけでそうなるのだ。できることばかりではないでしょう。まあ、この絵を動画化して、とかはさすがにお高いグラフィックボード買ってきてって話になるけど、ジャンクションをこうしたい、とかは割とすんなりいくのだ。ぶっちゃけこの今使っているフォントだって、違うフォントにしたり縁取りを変えたいなら変えられるのだ。そういえば、YouTube 初期の動画は字幕違いましたね。当初はずんだもん動画といえばダーマメさんの字幕スタイル真似するのがいいかなと思ってああしたんだけど、ぶっちゃけ可読性を確保できれば文字領域をもっと有効活用できるなと思って変えたのだ。しかも僕からニコニコに投稿するときにニコニコ向けに再レンダリングするのも一つ一つやる必要ないし。あ、過去の動画まとめてレンダリングして、って言えばいいのか。で、ここでこの BGM、ここでこの SE を入れる、とかを台本に書くだけで決められるし。さらに言えば、ここに当てはまるちょうどいい SE を効果音ラボから探してきて、といえば効果音ラボ様からダウンロードしておいてくれるのだ。でも毎回都合よくはいかないんでしょう？まあ3回くらい違おうと思ってこられたけど、忍耐は必要ですね。でも、ここではこういう SE は使わないんだよ。通し得てドキュメントを編纂させれば正解に近づいていくのだ。ここも編集ソフトを育てる作業なんですね。次はズンツムスクールの特徴である、生成 AI に画像生成させて紙芝居パネルにする工程なのだけど、正直このあたりはどのソフトウェアトーク投稿者さんの大半だと、背景画像を置いて PSD を動かす、ですしどうなんですか？いや、そういう大半の方にも半分は参考になると思うのだ。半分は当たっている、と。耳が痛くなったりはしてないのだ。というのも、まず多くの方は PSD を何かしらの背景画像の上に置いていると思うのだ。確かに。もちろんそれらの画像もニコに、コモンズとかで探してくることはできるんだけど、ちょうどいい画像がないこともあるのだ。あとは、あるにはあるけど探すのに1日が終わるとか。正直素材探しだけで日が暮れるのが動画投稿者の悩みなのだ。ズンツムスクールの場合はそんなことないはずなのになんでそんな経験者みたいな顔をしているんですか？いや今は非公開だけどズンツムスクールの第1号動画はゆっくりムービーメーカー用なのだ。みんな大好き坂本アヒルさんの僕と紬、そしてちょうどいい黒板画像を探して、それにダーマメさんスタイルの字幕をつけたのだ。それに実は過去にも別名義で動画投稿者やってたことがあって、その時はデュエル、マスターズっていう TCG の架空デュエル動画だったんだけど、デュエル、マスターズって盤面に山札の許す限りカードを並べられるからマジック。ザ・ギャザリングの次ぐらいには架空デュエルが難しいのだ。遊戯王、ヴァンダードバトルスピリッツ上がりと比較するとムッドジーと DM は1段2段レベルが上の地獄でしょうね。まずその背景画像を AI に作成させることが可能なのだ。次、人物や小物を扱うことって多いと思うのだ。まあ、PSD だけじゃソフトウェアトークのキャラしか表現できませんからね。でも欲しい職業に限ってイラストや用になく、ニコニコや YouTube でめっちゃよく見る。澄んだ餅の画像をニコに、コモンズで探し当てた時は涙を流したものなのだ。めっちゃよく坂本アヒルさんの描いた先輩が持ってる、ずんだ餅ですか？
AI ではそういうことは無縁。イラストに実写は当てはまらないと思ったら情報を伝えてイラストを生成 AI に描いてもらえばいいのだ。でも、環境構築めんどくさいんでしょ？自分でやるならめんどくさいし、何より高いグラフィックボードが必要なのだ。運営が持ってるグラフィックボードも数万円したけど、それでも画像生成はできなくて文章翻訳と画像解析がメインの仕事なのだ。あり合わないな。おまけに時間も解けるのだ。ロー RA の学習って数時間から下手すると数日レベルだからね。無理。絶対無理です。だからこういう時はシンプルな方法を使う。すなわちイラスト生成クラウド AI の API を使うのだ。言っている意味がわからないのですが。安心するのだ。書いてる運営も何言ってるか分かってないで言ってるのだ。ダメじゃないですか。まず、クラウド AI というのはローカル AI の対義語で、ローカル AI が自分の手元で動かす AI だと理解してほしいのだ。ってことはその逆ですから、自分じゃない誰かにやってもらうと。そういうことなのだ。だいたいここで出てくるのが Google さんとか OpenAI さんなのだ。まあ AI といえばそうなりますか。Google が用意しているのがナノバナナに、OpenAI が用意しているのが GPT イマージュになのだ。どっちもよく聞きますね。他に有名なところでいくと X、旧 Twitter が開発したグロックイマジン 1.0、バイテダンスのシードリーム 5.0 があるのだ。グロックイマジンは危ないコンテンツが蔓延したことで話題になったあれですね。バイテダンスは TikTok の運営母体の中国の会社ですよね。一応グロックイマジンはブラウザで、シードリームはファル、アイっていういろんな AI を扱う会社さんの API で使ったことがあるけど、前者はイーロンならもっとやれるだろという期待があるので今常用する気にはなれないのだ。今も性能が良ければ問題はないのでは？悪くはないけどナノバナナ、ミと GPT イマージュ、2が群を抜いているのだ。グロックイマジンプロに期待なのだ。後者はダメだったんですか？他の方は結構高評価しているけど、ズンツムスクールの運営的にはあんまり評価が高くないのだ。というのも当チャンネルは僕が大量に出てくるのが持ち味なのだ。シードリームは残念ながら僕を大量に出せと命じても、僕以外は普通の人になっちゃうのでパスなのだ。今後に期待と行きたいところだけど、シードリームの母体を考えると今後の世界情勢的に西側諸国からのアクセスができなくなる可能性もあるし、仮にすごいいい AI になったとしても使えるかどうかは未知数というのが正直なところなのだ。それはそうですね。まあ中国はベネズエラやイランからの亡命者が TikTok でメッセージ動画を投稿しても怒ってないし希望はあるんじゃないですか。まあどっちみち現状はシードリームはズンツムスクールの方向性に合ってないのでなし。で、残るのは2つですがその前に API を改めて聞いておきたいですね。そうだったのだ。API というのは、ざっくり言うとそのサービスをプログラム経由で使うための暗号鍵のことなのだ。サイトから使わず API で使うメリットってあるんですか？いろいろあるのだ。まず、生成コストが安くなったりすることがある。それから、生成枚数が多くなったり、画面上での大きな操作を必要としなくなったり、英語が苦手でも日本語で指示できたり、他にもめちゃくちゃ細かい指示を AI と一緒に考えながらぶつけることもできる。あと請求書をまとめたりもできるのだ。あ、請求書まとめるのはありがたいかも。クレカ使いすぎた知り合いの大学生がよく後から分割や後からボーナス一括払いにしてます。その大学生とは距離を取った方がいいと思うのだ。でも支払いがピンチの時に一括支払いだと後に回せるのでありがたいのは事実ではあるのだ。あと運営的に一番ありがたいのは、その原稿でどんなイラスト指示でそのイラストを出力したかを原稿に記録できるのが嬉しいって言ってたのだ。あ、確かにそれは便利そうですね。で、後半はナノバナナ、ミと GPT イマージュ、2の話なのだ。今年の春に GPT イマージュ2が登場して、皆一斉に、ナノバナナ、ニコエ、という動画をアップロードしていましたね。写実的なイラストではもしかしたらそうなのかもしれないのだ。実際その手の動画を見ると、もう写真にしか見えない、とか言ってたりするのだ。ナノバナナ、2の時も同じこと言ってたと思いますけどね。多分ピカソの本来の画力で描いた絵にも写真にしか見えないって言うと思うのだ。ピカソって写実的な絵すっごく得意なのにカメラがある以上そんな絵を描いても無駄だと割り切ってキュビズムに傾倒したんですよね。それでキュビズムでも名画を残してるんだから相当な実力の画家なのだ。で、ナノバナナ、ミと GPT イマージュ、2の話に戻るけど、ポップなイラストでは一概に優劣がつけづらいのだ。例えば当チャンネルの
ずんだもん。といえば割とくっきりした太い線で描いてるけど、ナノバナナには元絵を一度作り込んだらそれを落とし込む力が強い。ぶっちゃけナノバナナ2を使うと元の人の絵柄を完コピして別のポーズを取らせるとかすっごく得意なのだ。動画制作者的にはものすごいメリットですね。頭を悩ませる人もいそうですけど。たまにあるよね。イラストやの絵を愛に愛でポーズ変えたな。で、フォトショップでもできるし高いグラボを買ってノードの勉強をすればコンフィ UI とかでもできるけど、多分ベイビーおそらく実中ハックなのバナナにと。そう思ってるのだ。だって YouTube にあんだけ溢れてる時点で明らかに最近ユーザー離れが進んでいるフォトショップや冒頭中のグラボを使っている人がそんなにいるはずないのだ。他に考えられるステーブルディフュージョンやノベル AI はプロンプトを呪文のように組まないといけないけど、ナノバナナには日本語で一発なのだ。Google さん、日本語強いですからね。運営さんも変換はもずく使ってますし、あれ Windows で言う Google 日本語入力ですもんね。なのだ、イラストの中に出てくる日本語はなんか変なことが多いけど、文字を描かせなければ、あるいは西欧の言語ならうまく書けるのだ。で、GPT イマージュには、ロー、メディウム、ハイの3段階があって、それぞれで1枚あたりの生成コストも違うんだけど、一番コストの高いハイでさえ僕をたくさん書くとまず絵柄がぼやけていわゆる、マスピ画風に近づいていくのだ。本来はめっちゃいい絵柄なはずなんですけど、生成 AI 登場以降評価が大きく変わったのがいわゆる、マスピ画風ですね。実際マスピの由来は、マスターピース、傑作、だからね、称賛の意味を持つ言葉なのだ。でも、ズンツムスクールの場合太い線ではっきり書いてほしいから、マスピになるのはデメリットになってしまうと。あと、ちゃんと指示を気を使ってあげないと、僕はこの画風なのに、周りのものは写実的、なんていうことになったりする。あえてそれを狙うなら面白いですけどね。それと、たくさん僕を書くと僕の大事な耳を欠損させてしまうことがあるのだ。GPT イマージュに枝豆を食べられちゃったと。食べないでなのだ。他にも欠損を気を使ってプロンプトを書いたら今度は余計に耳が増えたり。小太りじいさんかな。ただし、キャラクター数が少ない時には GPT イマージュ2の方が生成コストが低く済むのはメリットがあるのだ。なるほど、コスパですか。あと、GPT イマージュ2は文字を記号ではなく意味のある文字として書くことができるようになったので、図解を作ったり、スライドショーやサムネイル何かを作るのには向いているというのがあるのだ。動画投稿者的にはそっちもありがたいですね。どっちも下帰り課金なので、ここは選択ではなく、使い分けでいいと思うのだ。ちなみにさっきちらっと言ったファル、愛ってサイトだと600以上のサービスを使えるんだけど、それを使うとナノバナナ、ミと GPT イマージュに、さらにグロックイマジン、シードリーム、その他もろもろのサービスを一気に使えて請求書もまとめられるのだ。本家からじゃないから仲介手数料とかはかかったりするのでは。それが面白いところで、ナノバナナ、ミに関しては参照数が増えると増額にはなるんだけど参照1なら同額で、GPT イマージュ、ミとグロックイマジンは完全に同額、シードリームに至ってはファル、愛などどこかを経由しないとそもそも使えないのだ。ファル自体は米国企業なのに、シードリームなどの中国資本のサービスも使えるのはありがたい限りなのだ。というか、むしろ米国のグロックイマジンについては春から使いたい。XAPI が使いづらすぎるのが悪いのだ。使いづらすぎるんだ。課金してるのに使えないとか平気で月単位で放置される API なのだ。あそこは海外の方々のご飯を見るための場所なのだ。ということはナノバナナ、ミとファルだけで事足りる？足りるし、ナノバナナ、ミは本家と言えるのが個人向けのジェミニ API か法人向けのバーテックス API なんだけど、どっちも当然 Google のサービスなので翻訳とか動画作成とか楽曲制作もできるのだ。結構便利なのでは？ただしこれについては口述するけど使いすぎも注意なのだ。あと、ぶっちゃけ、口パクを PSD 立ち絵にさせつつ、定時的に瞬きをさせて、ポーズを変更するということなら、はっきり言うとプログラミングでできちゃうのだ。でも、アビュートルやゆっくりムービーメーカー、ダヴィンシリソルブに勝るところはあるんですか？ケースバイケースではあるのだ。アリュートルは長年の蓄積があるのは間違いないし、ゆっくりムービーメーカーは手で動かす必要があることを除けば画面でどう動くかを見ながら作れる。
ダヴィンシリゾルブはハリウッドでも使われる本格的ソフトだから当然やりたいことを叶える方法は絶対にある。ただ、PSD 立ち絵を使った紙芝居動画として見た時にメリットもあって、まずしっかり母音足す発音&無音に当てはめた口パクができるし、しかも設定はむちゃくちゃ楽でどの口レイヤーをどの母音の時に表示するか指定するだけなのだ。ゆっくりムービーメーカーでは強弱に合わせて3段階してとかでしたね。あとプログラミングツール IDE は絶対に更新され続けるし、その言語が廃れたら言語を乗り換えるのは AI がやってくれる。でも、アリュートルの 1K の Win10 一般は公式には開発されない。非公式には出てくるだろうけど探すの大変だし、公式は今 XEdit の方に取り掛かってる。そもそも Windows 自体 Win10 以降はローリングリリースしますって言ってたはずなのに Win11 を出したのだ。どうせ Win12 も出るのだ。まあライバルの Mac も10以降はローリングリリースのはずだったのにいつの間にか11以降が出てますからね。あっちは 10.15 とかだんだん無理がある数字になったのが悪いのだ。Win は年式なんだからローリングリリースで問題なかったはずなのだ。で、Win10 に出た時もアリュートルの 1K が動く保証はないのだ。プラグインも完成もないですもんね。1と XEdit には、ダヴィンシリソルブは、あれは企業のリリースするしっかりしたソフトウェアですよね。まず日本独自の文化である紙芝居動画を想定してないので口パクは有志の作ったリゾリプトに頼ることになるのだ。AI でプラグインを作ってもいいけど、多分ダヴィンシリゾルブ用のプラグイン作らせるならプログラミングツールで動画構築した方が早い。運営は昔放棄した方向性だけどリモーションという方法を使えば画面を映して編集というのも別に夢ではないのだ。なるほど。でも一つ考えたんですけどアリュートルはそもそもプラグインが作られ続けたおかげで使えてるところありますし、アリュートルの 1K そのものの互換を AI に作らせちゃえばいいのでは？オープンソースソフトウェアみたいな考えは面白いのだけど、アリュートル自体はクローズドソースなので、著作権問題が。というかそういうことを本気でやるならオラクルみたいにレッドハットを敵に回すくらいの覚悟がないと。そしてそれをやるくらいなら多分こっちのやり方の方が楽だと思うのだ。まあ、ミクミクダンス、MMD、みたいに使いたいモデルがあるからソフトを動かすみたいな動機づけがないと互換ソフトウェア開発をするメリットがないですかね。一番動機を持つ可能性があった公式が XEdit にを作っているというのは、1K がそもそも Windows のバージョンアップにずっと対応できないほどの状態だから改めて作ってるんだろうし。確かに。他に話をするとなると動画コマ作成の話なのだ。そういえば、時々動くコマありますよね。実はあれもクラウド API なのだ。主にクリング 2.6 というのを使っているんだけど、ローカル生成より手間がかからない上にそこまで高くもなく、他の動画生成 AI のワンやピカと違ってイラストを動かすのにも向いているので愛用しているのだ。でもクリング自体は中国の会社ですよね。さっきのファル経由なのだ。というか基本的に公式で使うのがメリットあるのはナノバナナ、ニアベオとかなのだ。ベオは Google の動画生成サービスですね。どっちも Google だ。というかそれ以外は割とたくさんのサービスをまたいで使えるサービス経由で使う方が便利なことが多いのだ。例えば少額課金して使いたいと思っても、最初に10ドル取られるのが当たり前だったりするのだ。そんな折にせっかく10ドル課金しても、思ったように動かないってのはあるあるなのだ。さっきさらっと言ったでしょ。ワンとピカは動かなかったって。あ、公式で支払ってたら最初にボンと取られちゃうんだ。なんなら GPT イマージュにも公式ではなくファル経由で使ってもよかったかなと思っているのだ。オープン AI に期待したいのはコデックスだけどそっちはオープン AI API ではなくチャット GPT 課金だし。Google の方は何でもござれなのでジェミニ API にお金を払う価値がちゃんとあるのだ。ということでレンダリングパートなのだけど、ここは話すことが本当にないのだ。画像生成と動画作成ソフトウェアとの比較論はあんなに話してたのに。だいたい動画で困ることといえばレンダリングがなぜかうまくいかないとか、特定動画サイト向けのエンコード設定にしたいとかだけど、それ、チャットに相談すればだいたい解決できるし、何より今はどうせ動画サイト側が再エンコードしちゃうのだ。そういえば昔はニコニコと YouTube でエンコード設定を変えましょうなんて言われてましたね。最近はとんと聞かなくなりました。昔は特定のエンコード設定にすればニコニコが再エンコードしなくなるので高画質化できたのだ。今はどんな設定にしようが漏れなく再エンコードされるし、当時の高画質は今は普通の画質になったのでそこまで神経を尖らせる必要がないのだ。なるほど。
強いて言えばグラフィックボードがないパソコンだとレンダリングが遅い。けどできないわけではないし。貴族人系はノートパソコン1台で動画制作はそこまで苦じゃないのだ。特にこのチャンネルみたいに基本がショート系ならレンダリング自体は遅いって言ってもたかが知れてるのだ。あとはニコニコでも YouTube でも TikTok でも Instagram でも好きなところにアップロードできちゃうわけですね。運営はニコニコ、YouTube のみだけど、今の子なら TikTok や Instagram も面白いんじゃないのだ。今年のニコニコ超会議でも僕が着ぐるみでグリーティングやってたんだけど、子供たちに大人気だったのだ。TikTok にアップロードしないのはわかるとしてなんで Instagram はやってないんですかこのチャンネルは。メタだよって言ってたのだ。Facebook に登録しただけで2回もパスワードが漏れてスレッズは登録しただけで運営から BAN されるとかメタは信頼できない。ラマもパソコンに入れたくない。ディークシークより怖い。と。あはは。最後にエンディングということで、真似する人がいたらの場合のメインの注意点なのだ。注意点の一つは、AI がミスをしたらルーリングしていくことなのだ。ルールを課していかないと結局同じミスをすると、AI はずっと同じ話をしているように見えて、内部では会話の文脈を全部保持しているわけではないのだ。だからそのターンでルーリングしていく必要があるのだ。それに、ルーリングしていくことで他のパソコンにも環境を引き継げるし他の AI にサクッと乗り換えられるのだ。確かに、それがこの方式の最大のメリットでしたもんね。メリットを最大化するにはルーリングしていくのが重要ですね。あともう一つが、API の罠、なのだ。穴？ API ってね、お金を使っている感覚が薄くなるからね、気がつくととんでもない請求額になっていることがあるのだ。特にかゆいところに手が届くどころかかゆいところを見つけて勝手に変えてくれるレベルのジェミニくん。こいつ便利すぎてついつい使いすぎちゃって毎月1万個への請求額になってるのだ。AI 破産しちゃうのだ。ジェニニだけで、ですもんね。オープン AI とカカルトカカッスルの分も含めたら結構飛びますね。なので、どこまで上のランクの AI を使うか、とか、クラウドでやる必要があるか、ローカル AI で同程度のことができないか、とかを考える必要があるのだ。リリアも使えて便利な場面もあるかもだけど、フリー BGM には名曲が揃っているし、イラストと違って場面に合う曲はかなり見つけやすいのだ。運営は今月から翻訳をジェミニではなくローカル LLM のジェマに変更したのだ。それから翻訳を簡体中文、反対中文、漢、英などに絞り、ロマンス書語の翻訳を切ったりしたのだ。なんでそもそも翻訳してるんですか？ YouTube の字幕先生に任せてしまえばいいのでは？それが YouTube の場合音から判断するから正確な日本語にまずなってなくて、それが正確な英語にならないことが多いのだ。特に僕の場合、のだ。なのだ、に翻訳させるために翻訳に AI を使っているのだ。確かにそれは重要ですね。野田のない先輩とか想像しにくい。まあ YouTube のずんだもんを30人集めると1人はいるのだ。気にしすぎなのかもしれないのだ。クラス作ったら1人はいるレベルで、野田のない先輩いるんですか？こんなこってこてのキャラ付けを無視されるとは。キャラ付けとか言うんじゃないのだ。ひどいのだ。なのだ。でも趣味だし動画作りはタダでやるって人もいそうですけど、実際どうなんですか？いや、僕が見る限り趣味動画でも AI 対応が当たり前になってきてて、特に画像生成に関しては明らかに多用されてるのだ。無料枠の中だけで絵を成立させるというのも難しいし、そもそも動画作成と無関係に AI 課金してる人は多いのだ。まあ、仕事のためやスケジュール管理、副業、教育、リスキリング、リサーチなどで AI はフル活用されてますからね。AI 自体もコストがどんどん下がってますし。なんならナノバナナ、ミはナノバナナプロより後発で性能もいいのに未だにナノバナナプロの方が価格が上なのだ。それは適正コストに是正しましょうよ。ということで、まずはアンティグラビティとかでもいいから使ってみると面白いと思うのだ。自分は早期撤退したのにアンティグラビティおすすめなんですね。簡単に言うと、優秀、ナノアコデックスやクロードコードなんだけど、付随するチャット GPT やクロードがジェミニほど面白いかという話なのだ。調べ物学習はジェミニは堂々と古い情報を出してきて、3月ですらメガジガルデやメガフラエッテの存在を認めなかったほどなんだけど、ナノバナナ、2、レオ、3、リリア、ノートブック LM と面白いもの揃ってるのはジェミニなのは間違いないのだ。調べ物をするだけならチャット GPT が正確なんだけど、遊べるのは GPT イマージュ2だけだから。
空にはなくなりますからね。もちろん、動画を作りながらそのための情報収集もがっつりやりたいとか、リスキリングのために趣味を始めたいという動機ならチャット GPT の方が今はいいと思うのだ。今は、って言っとかないと数ヶ月後には変わってる可能性高いですからね。なんなら投稿した時には情報変わってるかもしれないのだ。ということは最大の注意点は、常に最新の技術、トレンドにアンテナを立てておく、ですね。うまく話がまとまったところで、お開きにするのだ。見てくれてありがとうなのだ。ありがとうございました。ニコニコの人はフォロー、いいねを。YouTube の人はチャンネル登録、高評価をお願いしますのだ。Amazon 欲しいものリストも投稿者コメントにあるので応援お願いします。